16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は首、肩、腕までしびれる、痛い、それって経験腕症候群、職業病というお話をしたいと思います。実はこれも体に合わない枕を使っているだけでも起こってくる可能性があるんです。経験腕症候群、書いて字のごとく、首と肩と腕、これを経験腕と言います。つまり首から肩、腕まで痛み、しびれ、さまざまな障害が出ること、だるいとか重くて辛いとか、そんな、訴えもよく患者様から聞くことがあります。この病気が難しいのは単なる症状ではなくて、実に背景として職業、仕事の内容が関わっていることも多いんです。また整形外科にいらした患者様でも、他に似たような症状を呈する首の変形性頸椎症や頸椎症性神経根症、また頸椎椎間板ヘルニア、こういった病気との鑑別診断、はっきりとそれを分けて、これを除外しないとこの経験腕症候群という診断をつけることはなかなか難しいんです。そこで今日はこの経験腕症候群について、患者様にお話を聞きながら進めていきたいと思います。この病気をきちっと知っておくことが、ご自分が症状を悪くしない、なるべく予防することにもつながります。最近何かご症状があるようですね。はい、最近肩こりがひどくて、首や背中の筋肉が張ります。とにかく腕が重くて痛くてだるいです。首から肩や腕までが重くてだるいんですね。はい。時には背中はどうですか？背中も凝ったり痛みがあったりします。この辺ですか？はい、そうです。下はどうですか？下も痛みとかがあります。実はこの経験腕症候群、首から肩、腕のみならず背中の方までお痛みが出るということも分かってきています。かなり広範な症状を伴うわけです。最近何か仕事上で変化はありませんか？はい、最近の変化といえば3ヶ月前ぐらいから新型コロナの影響でリモートワークが増えたんですね。なので家でパソコン業務が多くて、で家には机とか椅子がないので下に座って長時間作業したりします。パソコンの環境が悪いということですね。はい、今までだったら会社で適切なデスクや椅子があって良い姿勢でワークができたのが、今はリモートワークになって家にいるために、パソコンの環境がきちっと整ってないということですね。はい、そうなんです。それはとっても体に対して、悪い姿勢になるので、経験腕症候群が発症する一つの誘発要素にはなるかと思います。ちょっとここでどんな姿勢がいいかやってみましょう。はい、どうぞ座ってみてください。このように多くの方が現代ではパソコンに向かって仕事をすると思います。今は、だいたいパソコンから60センチぐらい、そして手を軽く置いて目線を10度から15度ぐらい落としたところでパソコンを打てるという姿勢が、長時間でも疲労しない、症状を出さない良い姿勢です。でもこれがもしパソコンを床に置いてしまって、そして椅子もない状態になると、前かがみになって腰も丸まり、首から頭が前に突き出すような形で3倍4倍重たい頭が首に負担をかける姿勢になってしまうんですね。このような不良姿勢においては経験腕症候群もさることながら、首の障害も大きく出てしまうんです。ありがとうございます。あともう一つ伺いたいのが、
やはりこのコロナの感染症に伴って自宅にいることが多いと思うんですが、精神的な負担はいかがですか？なんでわかるんですか？多くの患者様がやはりそのメンタルが辛いということを整形外科でも訴えていらっしゃるので、私もそのことが重要な要素だということに気づいたんです。人にはなかなか言えませんが、コロナうつなのではないかと自分でも心配しております。家族などは一緒に住んでいないんですか？一人暮らしなので、友人とか同僚に会って相談することも最近ではできないので、心配です。このようにメンタルでの一人っきりの孤独感、これがまた精神的な辛さを倍増してしまいます。家族や友人と会えない、コミュニケーションを取りにくい、このようなコロナ禍だからこそ、ぜひこの病気に気をつけて早く病気を発見し、適切な治療を行っていただきたいと思うわけです。2020年21年、コロナ感染症によって大きく世界が一変し、よりこの、職業といっても決してその仕事場ではなく、家の中でも職業病が起こってしまうということが発生していると考えています。経験腕症候群は職業病とも言われているんです。つまり仕事上での身体的精神的負担がこの病気に大きく関連しているからです。昔はキーパンチャー病とか OA 病とかパソコン病などとも呼ばれたことからも、これらの動作が負担が大きいということがお分かりいただけるかと思います。ではあなたの症状をこちらに3つに分けて整理してみました。確認してみましょう。まず姿勢、そして動作、環境についてです。姿勢については長時間同一姿勢でいますよね。片腕を使うことが多いように見受けました。またどうしても姿勢が悪い不良姿勢になっているようです。また動作としてはマウスを使ってパソコンに向かっていることが8時間といって、やはり連続長いし、この間かなり精神的にも集中して作業していると思われます。首や肩にガチガチに力が入ってしまう、これも病状を悪化させる原因となります。環境要素としてはデスクやチェアがないので、どうしても和式の下の、畳の上にパソコンを直接置いて悪い姿勢で長時間作業をすること、また精神的にも孤立、一人っきりなので話し相手もいない、どうしても外出できないので運動不足になりがち、さまざまな障害があって、今の経験腕症候群も十分疑われる状況です。なんでわかるんですか？私の病気は何でしょうか？この経験腕症候群である可能性が高いんですが、実は経験腕症候群は他の類似した首の病気をきちっと、除外診断、鑑別診断といって分けて考えなければいけないので、病院に来ていただいて適切な画像検査やさまざまな理学所見を取った上で、本当に他の首の病気がなくて経験腕症候群があるのかどうかを最終的には考えなければなりません。今はまだ経験腕症候群の可能性があるという段階で留めておきましょう。なんだか聞いたことのない名前で怖いですね。悪性だったら手術も必要になるんでしょうか？この病気は決して悪性ではありません。病気というのはあまり脳で考えすぎて心配になったり恐怖感を抱くことは決して、症状にとって良くないです。まずは診断がつくまでは考えすぎない、悩みすぎないことが大事ですので、決してこの病気悪性ではないので、きちっと病院に来ていただいて検査をし診断を行うことが何より大事です。よかったです。ありがとうございます。ぜひ当院にお時間を作っていらしてください。ぜひ先生の診断も受けたいです。このように患者様の場合はこの方のようにぜひ
病院に受診してみようと考えていただき、適切な検査、そして確定診断、これが行われれば治療に進むこともあると思われます。お大事になさってください。ありがとうございます。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。